สวัสดีครับ太鼓のさきんちょとおきちとめぐみで天田です。今日は太鼓と最近バンコク在住ツーズバの間で話題となっているタイのスキンケアブランド AMT スキンケアの天田先生とのコラボ企画ということになります。今回タイでの肌悩みや質疑応答に何でも答えてもらうという企画になりますので、天田先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回のコラボはこの前私たちの YouTube ライブで AMT スキンケアの話をしていたんですけども、そちらを見ていただいて天田先生からお声掛けいただいたという流れになります。もう皆さんが、うちの製品を気に入っていただいて、さらに紹介していただいてありがとうございます。太鼓さんの、視聴者の皆様に役に立てるような情報を、伝えたらなと思って今回の企画を、設定していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で実際私たちも本当にリアルで AMT スキンケアは愛用させていただいてて、私は肌管理とかちょっと肌のダメージを受けた時によくリポソームセラムを愛用して使わせていただいてます。はい。私は肌がすごいしっとりするのでリッチエマルジョンとライトエマルジョンを使用させていただいてます。両方ですか？リッチとライト両方ですね。両方朝と夜で分けて使ってます。すごい。私は肌の酸化も抑えてくれて、あと化粧下地としても使える日焼け止めを愛用しています。ありがとうございます。今撮影しているのがセントルイス駅からすぐの AMT のラボショールームという場所なんですけども、こちらにはよく先生もいらっしゃる時も多くありまして、で私たちも訪れた時にこうやってフランクにいつも日本語でお話をしてくださっています。で先生はいつも肌悩みに関して1質問するともう10、100っていう感じで答えてくださるような、もうすごく知識の豊富な方なので、今回皆さんの肌悩みに答えていきたいと思っています。で先生本当に日本語がかなり、ペラペラですが、タイの方ですよね。タイ人です。タイから卒業した時に日本に留学して、その後、日本の、コーセイという化粧品会社さんに、5年間、化粧品開発者として働きました。なのでちょっと日本語ができています。今でもこういうふうにですね、皆さんと話していて日本語の練習もできていますのでじゃあちょっと片言かもしれないんですけどもよろしくお願いします。コーセイさんで実際に商品開発をしていたということで、タイ人だけではなくて日本人のお肌のこともよくご存知ということで、こちらとしてはすごく心強く思います。で今回は事前に私たちのインスタグラムで質問募集かけていたので、そちらの質問にも回答していただきたいと思っております。では第1問早速いってみましょう。頑張ります。ニキビの質問なんですけれども、顎周りに1年前から白ニキビがすごいできている方がいて、他の部位にはできてないみたいなんですけど、原因とか対処法ってあったりしますか？顎あたり、口周りは実はホルモンによるニキビなんですよ。でよくこういうニキビは生理前にできて、生理終わったら治ってしまったというような状態で繰り返しています。やっぱりスキンケアを使ってホルモンのコントロールは、コントロールできないかもしれないんですけども、でもそのホルモンから作られた油を、出しやすいようにスキンケアが助けてくれます。なので保湿を徹底的に使いましょう。だけども実は保湿って3つ種類あります。水分による保湿、内部の油分による保湿と、蓋することによる保湿、ニキビで悩んでいる方は水分と内部の油分を徹底的に使うことで蓋する、保湿、つまり硬いクリームだったり見た目が、すっごいこってりしたものを避けた方がいいと思います。逆に、化粧水、シャバシャバの乳液、そういう風な製品を使った方がいいです。で特に生理前にできてしまうかもってなったら、水分と内部の油分を徹底的に使うことでニキビができたとしても出しやすい炎症も抑えられます。ありがとうございます。よかったです。じゃあ続いてドキドキ。じゃあいきます。生理前に肌荒れするっていうのはよく聞くんですけども、生理後にニキビが何個もできて落ち込むという方がいらっしゃって、生理の後に荒れるっていうこともあるんでしょうか？生理の後ですか？あんまり聞こえないんですけども、でも稀に、そういう方いると思います。で生理の前に、油がいっぱい作られていて、油の量
油のバランスですねが高くなってニキビができてしまうというのが普通のニキビですけども、実は人によってはすっごいこう乾燥される方で油が少なくて生理前に油が作られていてちょうどいい方がいます。でそういう方は生理前にニキビにならないんですけども、生理後に油が減ってしまって、それによって肌がすっごい乾燥して、で肌が乾燥すると古い角層が向かないで残ってしまうと、そういうことでニキビができてしまうという人もいると思うんですよ。なのでそういう方は生理の後でも水分と内部の油分を徹底的に使うことでニキビをコントロールすることができると私は思います。とにかく保湿ってことですよね。保湿はもう悪いことないんです。でもニキビで悩んでいる方は蓋するような保湿系は避けた方がいいと思います。特にタイ、気候が、皆さんご存知の通り湿度が高くて温度が高い、汗いっぱい出る、そういうところで蓋してしまうとよりニキビが悪化すると思います。日中日焼け止め塗りますから、日焼け止めが蓋する役割をしますので、さらにこってりな、クリームを使わない方がいいと思うんですけども、夜だけ特にエアコンを、すごい低い設定される方は、ニキビになったとしても、こってり系をちょっと薄く塗った方がいいと思います。調整が難しそうですね。調整が難しいので皆さんでも実は試しましょう。自分の中でちょっとずつ使っている、化粧品あるいはスキンケアを量を調整していったりして、ちょうどいいバランスを見つけましょう。人によって違うので違います自分で実験していくようなイメーそうジですかね。ですね。はい。ニキビと食べ物って影響あるんですか？関係ありますか？結構控えた方がいい食べ物ってありますか？はいはい。ニキビと食べ物、もう永遠の質問です。特にチョコレートなど。だけども実は科学的に、証明できる、論文などは一切ないんです。食べ物とニキビは、まだ、関係性ははっきり言えないんです。皆さんでもう絶対この食べ物を食べるとニキビになってしまうという自分の中で経験があったらそれは控えた方がいいと思います。ニキビになってないのにじゃあこういうふうに、皆さんが言ってるから、チョコレート食べるとニキビになるからチョコレートを控えましょうというのはその心配すぎないように、なってほしいんです。で科学的に証明できるためにはやっぱりある程度の量多くないとはっきり言えないんですよ。なので科学的に証明できる、情報がまだないときにまだ心配しないようにお願いしたいんです。ということはじゃあタイ料理とかもあんまり影響はないってことですか？ないと思います。なのでどんどん食べてください。どんどん食べてください。どんどん食べてください。水とか、気候とか、ストレスとかそういうのって影響あるのかもちょっと教えていただきたいです。一番言えるのはストレスです。でストレスっていろんなストレスが実はあります。なんかへこんでストレスになるっていうのもストレスですけども、あるいは仕事があってストレスになるっていうのもあるんですけど、実はなんかこう一生懸命やろうとするときにその体の中にストレスホルモンも発生するんですよ。いいことのストレスです。でストレスってイコール体がリラックスしない状態、ネガティブでもポジティブでもストレスと言います。でそのストレスホルモンによって油の分泌量が非常に出てしまっていてニキビになることは科学的に証明できていますので、瞑想とニキビの治療というのは論文になります。で水道水と、気候はもちろんあるんですよ。タイの暑い、気候で、油の分泌量も多くてそれはニキビになりやすいというのがあるので、洗顔は、よく洗顔、1日2回までと言うんですけども、タイにいると何回やってもいいんです。でも毎回、洗顔すると保湿を欠かせないようにしてください。水道水、よく日本で軟水ですから他の国では硬水なんです。石鹸と言われる洗顔料と硬水が接触すると、石鹸カス、ゴミみたいなものが肌に残ってしまってそれが毛穴に塞いでしまってニキビになることもあります。日本で好んで使った製品がもしかしたらタイに持ってきて使ってニキビになるということもあり得ると思います。はい、
そうなるとやっぱりメイドインタイの洗顔料とかを使うのが一番いいということですかね。まあ大体そのタイブランドだと、まあ、タイの気候環境が分かっているからそのためにまあ準備しておいた処方設計になりますので相性が合わないということはなりにくいと思います。はい、ちなみにそれってシャンプーとかそのあたりはいかがですか？そうです。シャンプーもボディーソープも同じです。で、まあだけどもそのシャンプーが合わないでニキビになるというあんまりないんですよ。でもその髪質がちょっとこうパサパサしてたりとかで泡があまり立たないで洗いにくいとかっていうのはあります。では次の質問いきます。はい。ニキビができるとパッチを貼っている方がいるんですけども、これは正しい治し方ですか？ニキビができた時の正しい対処法を教えてください。ニキビになった時にパッチっていうのがよく言われるんですけど、実はいいところと悪いところあります。正しいパッチの使い方を説明しましょう。ニキビが血が出た時にすっごい液体出るんじゃないですか。その時にパッチした方がいいと思います。水分あるいは液体を吸収するための役割はパッチの方がすっごいいいので、だけども血が止まったらもうやめた方がいいと思います。なぜかというと実はニキビ菌って、空気がない方が嬉しいんですよ。せっかくその頭が開いてで治りそうなのにパッチすると、まあ、空気が入らない状態になって菌がまた成長しちゃうんです。ばい菌を殺す成分とか入れたりするんですけども完全に滅菌できないので、じゃあ何を使った方がいいかというとああいう抗炎症性の成分が入ったニキビジェルだったりあるいは普通のセラムでもいいんですけどもで抗炎症性の成分が入ったものをニキビの頭の上に乗せることで炎症が早く終わって炎症が早く終わると色素沈着も少なくできてしまうのでニキビの跡が早く治ります。まとめると痔が出た時にパッチをして痔が止まったら取って抗炎症成分が入ったセラムなどで頭の上にポイッとちょっとだけつけることで早く終わります。じゃあニキビが破裂しない時あるじゃないですか。もうあただりますねポコってなってる場合はもうニキビパッチはそもそも不要まあということ不要です。ニキビパッチっていうのは、まあ、ヒドロコロイドって言われるもので液体を吸い取るだけなんですね。だから頭がまだこう破裂しない時に貼ってても意味ないんです。液体がまだ出てないから意味ないです。で逆に頭がまだこう破裂しない時はクレンジングオイルなどでこうマッサージすることでより出やすいようにすることもできます。ニキビの状態が上の部分が上がってきて破裂しそうだなとなった時によく皆さんこう押し込んだりするんじゃないですか。あれは炎症がよく広がっていて治らないんです。でその逆にオイルでマッサージすることで破裂を助けるんです。破裂した方がいいということですか？まあ出そうだったらもう破裂させた方がいいと思います。そうなんだ。だけど無理にはダメ。無理にはダメなんです。でも本当破裂しなそうなものは別にオイル使わないで抗炎症成分のある、セラムなどで塗ってもしかしたら破裂しないで終わってしまう可能性もあります。ニキビいろんなステージがあっていろんな製品あるいはいろんな方法がそのステップにあったりするんですけども問題は、皆さんはこのステップはこれを使った方がいいのかこのステップはどうしたらいいのかわからないで逆にしてニキビが悪化してしまうんですね。なのでこのお話にするとすごい長くなっちゃうんですけどももっと知りたい方はコメントして私が答えますそうしましょう私結構コメドができやすい体質なんですけど、コメドができる部位がここなんですけど、その時はやっぱりそのスキンケアの量も部位によって変えるのが一番いいですか？そうです。ここで一番乾燥しやすいのと摩擦がここで生じてしまいやすいので、ここに多めにスキンケア塗った方がいいと思います。それは全てのスキンケアを多めに塗るということなのか？そうなんですね。だってでも蓋するタイプのものは多すぎないように気をつけた方がいいです。水分と内部油を多めにここら辺に塗っていただいて、蓋するものは少なめで大丈夫です。はい。なるほど、ありがとうございます。タイは日本よりも日差しが強いですけれども、はい、SPF50 の日焼け止めじゃなくてもいいということですよね。これはよく勘違いされるんですけども SPF30
が、SPF50 の効果的に半分しかないって勘違いされる方がいらっしゃると思うんですけど、実はその30という50というのは倍数ではなくてある程度の計算式で作られたものですね。でその50から換算すると紫外線を 98% カットできるという計算があります。逆に SPF30 というのは97なんですよ。たった 1% しか違わないんですよ。日中あんまり出かけないで汗もかかない方は、SPF30 ぐらいで、耐水性なしの製品を十分に紫外線から守ることができます。逆に使いすぎると日焼け止めの成分っていいものってないんですよ実は。どんだけ安全な紫外線吸収剤と言われたとしてもちょっと副作用があります。肌の荒れだったりあるいは炎症を起こしてしまう副作用もあるので、不要なシーンでは SPF30 ぐらいで十分だと思います。なんだけれども、やっぱりアウトドア派の方々走ってたりあるいはゴルフ海行ってたりするとあれは、SPF マックスの50で耐水性ありの製品を使いましょう。でも耐水性のものを使うとそれに合ったクレンジングを使わないでニキビになってしまうので、その時も、クレンジングなどを使ってきれいに洗い落としましょうというのが基本の日焼け止めの選び方です。耐水性最近新しく表示変わりましたね。変わりましたね。星マークになりますね。なりましたね。そうなんですよ。で、ウォータープルーフは星マーク1つなんですね。で、星マーク1つは、40分耐水性あり、2つは、耐水性80分あるという意味なんです。それはこれから世界で統一されていくってこわかとですか？らないです。日本だけですか？日本だけです。ああ、そうなんですね。じゃあタイの製品ではわからないってことですか？タイの製品はまだスーパーウォータープルーフ80分とウォータープルーフ40分っていう表記です。言葉で表記します。そうなんですね。じゃあ日本の日焼け止め選ぶときはその耐水性の表示を参考にして選ぶのがいいということですね。はい。 1,2 時間経ったらもう一回塗り直した方がいいですか？ケースバイケースです。例えばスタート朝30塗ったんじゃないですか。で1時間2時間外出ていて汗ほとんどかかなければだいたい30は30のままなんですよ。で昔の日焼け止めって日焼け止め剤が不安定ですから外行くだけで構造が変わってしまって防御能が少なくなってしまうんですけども、今時代のその日焼け止めの防御剤というのはすっごい安定なんですよ。肌にまだ残っているんだったらもう一日中残ります。じゃあ30塗って外2時間出たんですけども全然汗もかからないし自分も拭いたりもしないので別に塗り直しはいらない。もう出た瞬間から汗をかくような体質で、はい、鼻の下にも汗でだったらもう耐水性タイプがいいと思います。で塗り直しが難しいんです。なぜかというとメイクされてたりとかあるいはメイクしなくても一回汗が出ていてこの日焼け止めの膜がもうボロボロになって、その上に日焼け止め塗ってたら新しい日焼け止めの膜の形成が難しくなっていいことないんですけれども、外行って1時間2時間汗かいて顔洗う、チャンスがないし、いやもう外行ってガンガン日差しされているからそれはしょうがないで塗り直しをしないといけないんですけども、でも30塗り直しした時に膜形成がもしかしたらきれいにできないから15とか20しかないかもしれないです。あと実は保湿と日焼けしやすいしにくいというのは関係あります。これも科学的に証明されるんですけども、水が肌の中に多く残っていれば日焼けしにくいんです。なので日焼けしにくい方としやすい方の違いは保湿の状態が違うからです。日焼け止めしなくても保湿がすっごく持ってる皮膚は日焼けしにくいというのが科学的に証明されています。で例えばシミとかのできやすさにも影響したりしますか？一緒です。一緒です。エネルギーが伝わってきて水分が全部吸収しているから、メラニンは作らないで大丈夫なんです。ありがとうございます。とにかく何においても保湿が大事なんだということが分かりました。
でも保湿は奥深いですよ。水分による保湿なのか、油分による保湿なのか、あとは蓋することによる保湿なのか、どのタイミングでどの量で、じゃあこの時は控えめ、この時はもうたっぷり与えましょうとか、試行錯誤しながらその状態で自分の肌が楽なのかっていうのを自分の肌をよく見ればわかります。何かしらね、肌の状態を知りたいという方は専門家聞くのが多分一番いいってことですね。で、肌の状態を知った上で自分に合うスキンケアをしていく、でその保湿のやり方もその人によって変わると思うので、はいそこを自分に合ったやり方でやっていくっていうのが大事ってことですよね。はい、ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。思わずちょっと聞きたいことがどんどん出てきてしまうようなお時間だったんですけども、また皆様からも聞きたい質問とかあればぜひコメントください。もしたくさんあればもしかしたら第2弾やるかもしれないですかもしれないと。バンコク在住の方は何かあれば駆け込み寺として直接こちらへはアクセスしていただけますし、心強い存在となると思います。では本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。この動画が参考になったなっていう方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。サディーカー。サワディーカー。サワディーカー。ちょっともう一回、もう一回、もう一回。みんな一緒ですか？もう一回一緒に行きましょう。1、2、3。